ミヤンミヤン。兄さん、数学オリンピックに出ないの？あら。1982年？私は死んだんじゃないの？ここはどこ？ミヤンミヤン、大丈夫。兄さん驚かないで。兄さん。私の声、どうしてこんな風になっちゃったの？両親が亡くなってから、兄さんには君しかいないんだ。何があってもダメだよ。え？どうして子供になっちゃったの？正解。すごい。やった。この世界レベルの数学難問が解かれたなんて。発表します。今回の数学大会の優勝者は、中国からの武教授です。武教授は本当にすごいですね、武教授。さあ、続いて武教授に受賞のスピーチをお願いします。さすが武教授。本当にすごい。中国で初めて優勝できて、とても嬉しいです。そして、あれ？武教授？武教授どうしたの？武教授、興奮しすぎて、脳梗塞を起こしたみたい。早く医者を呼んで。武教授。大丈夫？早く目を覚まして、武教授。しまいました。指をお願いします。武教授、私の声が聞こえますか？まさか、タイムスリップしたのか？国際数学オリンピック予選が間もなく始まります。参加者の皆さんは時間通りに会場へお越しください。試合が始まるから、先に行かなきゃ。数学の試合？私も一緒に行く。今回の試合は国際的なんだよ。審査員も中国数学協会の人たちだし。聞いた話では、予選を通過すると200元の賞金がもらえるらしい。そんなに？隣の村の大学生が戻ってくるのも納得だ。村長の息子もわざわざ会場の大学から戻ってきて参加してるよ。村長の息子ってあの会場で大学に行ってる。小さい頃から先生に褒められてた神童だろ。そうだよ。今回の予選は彼に決まりだね。ああ。確かこの村にも会場で勉強してる大学生がいたよね。部下のあの子。ああ、ブーチの息子か。あれが大学生なわけないだろ。中退したんだ。あの賭博好きの父親が死んで借金まみれだったんだよ。母も亡くなった。不運だな。そう考えると彼はダメだね。行こう。兄ちゃんは大丈夫。彼らのデタラメを気にするな。ミヤンミヤン、どうしてそんなに大人びてるんだい？よし、ここでおとなしく待ってて。兄ちゃんは受付に行ってくる。どうやら私は1980年代にタイムスリップしたらしい。それもグー家の孤児の身に。80年代の数学といえば全国の大学入試の点数。30点にも満たない。オリンピック数学も始まったばかり。私が出場すれば優勝なんて簡単だろう。これは何？黒板に書かれたのは審査委員が残したオリンピック数学の難問。今まで誰も解けていない。正解すれば特別加点されるらしい。これ難しすぎるよ。行こう行こう。こんな簡単な問題が難しいって？メング先生、こんな田舎までお越しいただき、私とゾウヤン光栄です。とんでもない。息子さんは大学でもトップクラス。私も名前を聞いたことがある。数学科の天才だね。メング教授、ありがとうございます。これからも頑張ります。これは、誰がこの問題を解いたんだ？誰が黒板に落書きした？落書きじゃない、解かれたんだ。早く、この問題の答えを教えてくれ。だから、間違いない、これが答えだ。この問題は、世紀のオリンピック数学難問で、大学の秀才でも、解ける者はほとんどいない。まさか、この村で解かれるとは。ああ、誰が解いたのか見なかったか。いいえ、今日は人が多すぎて。多分、見張りに聞かないとわからない。早く聞いてこい。この人は重要だ。これは我が国が必要とする数学の天才だ。ただき、
私だ。この問題は簡単すぎる。もっと難しくした方がいい。どこから来たガキだ。何がわかるんだ。さっさと帰れ。これは世界レベルのオリンピック数学難問だ。解けたなら、間違いなく我が国最高の天才だ。子供、そんなこと。軽々しく言うんじゃない。あなた、部下の。ミャンミャン、どうしてあちこち走り回ってるの？心配させないで。グジン、やっぱりくんか。私の記憶が正しければ。これはあなたの妹さんですね。メング教授をご存知ですか？実は、この方は、かつて海上大学の学生でした。しかし窃盗や賭博の借金で、今は退学しています。嘘つき。私は盗んでいない。明らかにあなたが私を陥れている。教授。この人は、ここでは有名な借金取りで、今でも、うちに100元借りたままです。こんな人に数学オリンピックに出る資格はない。追い出せ。私はすでに申し込みを済ませたあなたには私の出場権を奪う資格はない。メング教授、あなたは審査員です。私の言うことは間違っていませんよね。会場にはルールがあります。確かに違法行為の疑いのある人は参加できません。もし、あなたに違法行為をしていない証拠があるなら、グジン、君たちに出場の機会を与えよう。君が1位を取れば、うちへの借金は、返さなくていい。逆に、お父さん、もし取れなかったら、あなたの家と田畑を、抵当に入れて、村から出て行ってください。それだけじゃない、私の東村のおじさんは、君の妹を養子にしたいと思っている。ふざけるな。誰も知らないのか、お前の王子は独身のクソじじいだ。妹を幼妻にしようとしてるんだろう。このガキ、何を言ってるんだ。私はただ、親のいない君たちを気の毒に思って、どうして君の口から、そんな汚い話になるんだ。一言で答えろ、承諾するか。さもないと、この数学オリンピックには出られないぞ。私が賞を取り、一等賞金を手にすれば、父の賭博の借金を返せる。そうすればミャンミャンを学校に行かせられるでも。ダメだ、ミャンミャンを危険にさらせない。いいだろう、勝負しよう。ただし。もし私たちが勝ったら、あなたたちは兄の前で公に、土下座して謝罪すること？ミャンミャン、お前正気か。これは冗談じゃない。無人。じゃあ、会場で会おう。メング教授。小僧。ミャンミャン、私はもう長く学校を辞めている。数学のレベルは限られている分もまだ数年しか勉強していない。もし負けたら、君にも影響が及ぶ。心配しないで兄さん、私は数学で負けたりしない。皆様、本日の大会へようこそ。国際数学オリンピック選抜試験今日は、唯一の優勝者を選びしの競技大会に参加させます。それでは競技を始めます。問題を解いてください。最も早く解いた者が勝者です。挑戦する選手はいませんか？私が。舞台に出て数学の天才らしく振る舞ってください。メング教授の前で良いところを見せて、愚人の役立たずを完全に追い出してやる。あの時大学入試であなたの風頭を奪ったんだ父さん。心配しないでください。愚人。村から追い出されるのを待っていろ。計測開始。この問題は前回の数学オリンピック。最難問の改訂版のようです。彼はこんなに早く解けるなんて。さすが海上大学の数学の天才ですね。こんなに難しい問題も解けるなんて。知恵？もう7分経ちました。覚えています。前回の数学オリンピックの優勝者は5分で解きました。解けました。この選手は回答を完了しました。時間は10分。そして答えは完全に正解です。10分。彼はたった10分で解いてしまった今回の1位は、彼に決まりです。愚人あなたの番です。ミャンミャンが先に行く。ふざけないでミャンミャン、あなたは申し込んでいない。お兄さんが行きなさい。計測開始。
何年も学校に行っていない問題も理解できないだろう。見てみろ、彼はペンも動かせない。やはり私の息子がすごい。あら。この回答の考え方は、数学協会の教授と全く同じ中退したんじゃなかったのか。どうしてこんなにすごいの？さすがは当時の大学入試の上限名は虚しからず。この問題は前半は簡単で後半が難しい。多くの優等生が後半部分でつまずいています。愚人、あなたはどうするつもりですか？後半どうしてこんなに難しい問題が。おそらく一つの公式を使う必要がある。あの公式。塾の参考書で見たことがある。もう7分経ちました。彼は終わりだ。時間は9分経過しました。前の選手の完成時間とわずか1分差です。この選手、早く終われるかな？愚人。私と父は問題作成者を買収して軍に出題させた。それは範囲外の公式を使う必要がある。君の負けだ。この問題の難しさは前のとは比べ物にならない。運命に任せるしかないのか。合成リンク機構を使えばこの問題は解ける。ガキ、何をほざいてるんだ？何のリンクだ？リップ経験。数学教授のつもりか？愚人。やってみろよ。小学校も卒業してないくせに。ガキ、オリンピック数学が何かも知らないだろ。どこから来たガキだ？試合の秩序を乱すな。早く追い出せ。違う。この公式は確かに回答例より早くて簡潔だ。あの子はなぜ教授より深く考えられるんだ？兄ちゃん、信じて。皆さん、静かにしてください。試合中は騒がないで。時間がない。仕方ない。かけてみるか。残り10分、最後の10秒。10、9、8、7、6、5。書き終わった。この選手は回答を完了。所要時間9分55秒。では、回答は正しいのでしょうか？この問題は、理論上、この選手の解放ではない。言った通りだ。あのガキの言うことを本気にするな。愚人。君の負けだ。しかし、回答は正しい。よって、解放は有効。何？本当に正解しただと？しかも、10分もかからなかった。さっきのこの解放なら、数秒で、解けた。早く知っていれば、この速さは、前回の優勝者より速いだろう。ありえない。答えが正しいわけない。過程も間違ってる。結果が正しいはずがない。つまり、審査委員会を疑ってるのか。では発表します。今回の選抜大会の勝者は、愚人。やった。ミャンミャン、私たちの勝ちだよ。でもミャンミャンはいつからこんなにすごくなったんだ？納得いかない。メング教授。愚人はカンニングしている。彼の妹が試合中に答えを伝え、秩序を乱した。規則違反の疑いがあり、成績は取り消されるべきだそうだ。その通り。これはルール違反だ。これは、兄のこの問題とあなたのこの問題を比べると、誰が見ても難易度が同じレベルではない。規則違反かどうかわからないが、運営委員会に申請して、問題作成者を調査してほしい。ここには不正があると疑っている。ガキ何をデタラメ言ってるんだ。メング教授、彼女のデタラメを聞かないでください。みんな知っている。問題はランダムに出題される大学入試の問題のようにできる人もいる。これは運の問題なのにどうして不正なんて話になるんだ。そうだ、メング教授、運も実力の一部だ。試合中に公式を伝えるのは規則違反だ。しかし、この2つの問題の難易度は確かに違いすぎる。公平を期すため、もう一度問題を解いて、最終的な勝者を確認する必要がある。皆さん、どう思いますか？私は再戦に同意します。尻尾を巻いて逃げようとしてる奴がいる。比べる勇気がないなら今すぐ出て行け。不動産と田畑を全部差し出せ。それと、お前の妹、私の叔父が長いままっていた。わかった。
私が出る。この二人、最初にこんなに積極的に同意するなんて。何か裏があるに違いない。兄さん、私が行こうか。ミヤンミヤン、落ち着いて座っていなさい。さっきは運で正解したかもしれないが、運だけでは。試合に勝てない私が行く。次は延長戦です。やはり問題を解きます。どの選手が先に出場しますか？前回は私が先だった。今回は愚人選手からお願いします。わかった。では私から始めます。気をつけて。歩くだけで転ぶなんて大丈夫か。あら、ごめんね、また手を踏んじゃった。気にしないでよね。恩をあだで返すなよ。さっきはちょっとしたハプニングがありました。では次は、愚人選手の時間です。計測。開始。違う。これは去年の決勝問題の変形だ。難易度はさらに高いこんな問題がどうして。選抜試験に出るんだ。妹のために負けるわけにはいかない。連続で解き終わった。運審査員が正解と判定。愚人選手の所要時間20分。次の選手の出番です。愚人。今回は終わりだ。この問題さっきのより、さらに難しいな。計測開始。解けた。この選手の所要時間9分20秒回答。なんと完全に正解。10分もかかってない前回優勝者の回答。最速でも11分かかったのに。なんとさっきは手加減してたのか本当に底知れない。でも20分と9分では。これも完全な負けだな。愚人。お前の負けだ。負けたらぐずぐずするな。さっさと帰って家と畑を明け渡せ。お前はさっさとついてこい。誰が負けたと言った？メング教授、私は数学オリンピックへの参加を申請します。子供さん試合は来たいからと言って、来れる場所じゃない何事にも規則がある。出場したい。申込書が必要だよ。そうだよ。もう邪魔するな。さっきはまぐれで正解しただけ。小学校も卒業してないガキが帰って、足し算引き算を覚えてから出直せな。おじいさん口が臭いよ。あ、おじいさん。おじいさんって呼んだ？違う。俺まだ40代なのにおじいさんって。この小僧が。これが申込書。これで出場できるでしょ？どうして申込書を持ってる？誰が承認した？チキさん。俺も知らないよ。どうなってるんだ？確かに出場可能になった。ミヤンミヤン。お兄ちゃん信じて。まさか我々の試合場に今日は最年少の選手が登場。出題者の登壇をお願いします。これがグーチの妹か。身長は黒板に届かない。主催者も無茶だ。子供の申込書まで承認するなんて。計測開始。計算問題数字が多すぎて見えない。これは人間が計算できるものなのか怖すぎる。これは当時各国のトップ数学者。
でも30分かけてやっと計算できる。どうするつもりだ？書き終わった。信じられない、たった1分でこんなに早い。1分だよ。冗談じゃない、適当に書いたんだろ。面子を保とうとして恥も外聞もない。愚人、これがお前の教え込んだ妹か。では結果は正しいのか8。こんな小さい子が本当に正しく計算できるのか。2正解。4。最後の数字を見てみよう。9完全に正解。ウミアンミアン選手を祝福しましょう。選抜大会の優勝者として。ミャンミャンがこんなにすごいとは思わなかった。天才だ、まさに天才だ。以前は本当に見誤っていた。比べてみると。ゾウヤンの9分。全く見劣りする1分で解けるなんて。こんな複雑な計算問題、こんな天才がいれば。過酷。本当に賞を取れるかもしれない。私の勝ち。賭けの約束通り借金は帳消し、それに兄に土下座して謝罪しろ。ふざけるな、お前ら兄弟はそもそも試合に出る資格もない。勝ち負けもない、知らない人はいないお前らの家。有名な借金踏み倒し、大学も中退。もともと違法者勝てるわけない。よくもまあ。口にできるな。君子の一言は10万を終えぬお前らは確かに。約束したはずだ。これは約束破りだ。はははは。約束破り？私たちが慈悲深くないと。お前らは会場のドアすら入れなかった。私の意見では。お前らこそ土下座して感謝すべきだ。兄村の人たちに説明して借用書と中退。一体どういうことか。みんな知ってる父は賭博好きで家計は赤字。妹と私は学校に行かなければならなかった。母は仕方なく。村長に20元借りて私たちの授業料を払った。でも字が読めなくて100元の借用書にサインさせられた。でも実際に渡されたのは20元だけ。中退したのはお前だろ。クラスメイトの女の子のネックレスを盗んで俺のせいにしたくせに。わざと大騒ぎさせて最終的に俺を退学に追い込んだんだ。お前、でたらめを言うな。もう教授、兄貴は全く違法行為なんてしていません。今回の大会、私たちは完全に出場資格があります。規定通り、確かに合規です。私は告発します。このガキが。どうして数学オリンピックの問題が解けるんだ？これは絶対にカンニングだ。これは絶対におかしい。運営委員会に徹底調査を申請し、彼女の成績を取り消すよう要求します。カンニング？本当にカンニングしてるのは、そっちじゃないのか。お前たちは事前に出題者を買収して、毎問い、答えを教えてもらい、他の選手にはわざと、高難度の問題を出して、相手を選別し、こうして勝ち上がったんだ。でたらめもいいところだ。息子は天才で、試験の問題は、全部自分で解いたんだぞ。ほら、これはなんだ？探すな、お前のポケットの中のものだ。お前、これは誹謗中傷だ。訴えてやる。もう教授、彼女のデタラメを聞かないでください。私たちがそんなことをするわけがないでしょう。ここにはお前たちのやりとりの筆跡も残っている。動かぬ小説があるのに、まだ言い訳する気か。者ども。もう教授、話を聞いてください。連行しろ、公安課に引き渡せ。もう教授、説明させてください。彼を連れて行った。そういうことだったのか。捕まえてよかった。あなたが見つけてくれてよかった。でなければ、選抜試験はこんな連中に台無しにされるところだった。ただ、兄貴がいじめられるのが我慢できなかっただけです。みゃんみゃん、あなたの数学はどこで習ったの？独学です。天性の才能だ。ひょっとしたら、彼女こそが我が国の代表の希望かもしれない。しっかりと激励してやらなければ。ああ。君が愚人だね。はい。中退の件は心配しなくていい。私が戻ったら、すぐに手続きをして、海上大学で、再び学べるようにしてあげよう。本当ですか。もう教授、ありがとうございます。このお金で、君と兄貴は余生を過ごせるだろう。何か要求はあるか。国際数学オリンピックで2位を獲得してほしい。各国の数学は近代から始まった。世界に遅れを取ってきたばかりか、各国からも軽蔑されてきた。以前の試合では、我が国の選手が、他国から悪意のある侮辱を受けたこともある。君は素晴らしい素質を持っている。我が各国のために、ぜひとも面目を施してくれ。
まあ、もちろん、準優勝でなくてもいい。決勝に進めさえすれば。この2万円は、すべて私から君への褒美だ。いらない。どうした？足りないと思っているのか？それなら、もう1万円追加しよう。私は一銭もいらない。それどころか。私は君に約束する。今回の試合の優勝は、必ず我が家国のものになる。いいぞ。まさに英雄は少年にありだな。これは、市で行われる試合への招待状だ。私はすでに会場のマネージャーに話を通してある。君と君の兄は、安心して試合に行ってくれ。我が家国のために、しっかりと面目を施してくれ。うん。何年も町に来ていないのに、こんなに大きくなっていたなんて。兄さん、早く会場に入ろう。時間がない。ベイユアン・キャングジエ。前回の数学オリンピックの準優勝者だ。彼はオリンピックコーチ農協会のメンバーでもあるらしい。大カ国ランキングトップ10で今年の優勝候補の筆頭だ。そうだよ。ベイユアンさん、ようやく来られましたね。さあ、どうぞお入りください。各国の数学オリンピック決勝にも進めなかったのに。よくもまあ試合会場を申請したものだ。見栄を張って。他国に来てこんなに傲慢だなんて、大カ国は本当にやりすぎだ。ああ。どけどけ、どこから来た田舎者だ。私たちは選手だ。試合に来た。10分前に入場するのがルールだって知らないのか。時間が過ぎた。君たちは入れない。じゃあ、さっきの人はどうして入れたんだ？あの方は尊い大カ国の選手だ。君みたいな田舎者の分際で、どうしてあの方と同等に扱われると思うんだ。まったく、自分の身分もわきまえないで。どっか行け。外国人にはペコペコして、自国の選手には、乱暴に押しのけ、差別する。君たちは、運営委員会に訴えられてもいいのか？可愛い子だな、運営委員会だって。知ってるのか？運営委員会のトップは誰だと思う？メングロー先生だよ。それは中国のトップ数学教授だよ。田舎者のあなたたち、会うことすらできないのに、苦情なんて。自分を何だと思ってるの？メング先生からの招待状だ。あなたたちがメング先生に会えるなんて。笑わせるわ、私だって主席に会えるって言えるわ。じゃあ、どうすれば入れてくれるの？入りたい？簡単だよ、ひざまずいて頭を下げなさい。頭を下げないなら、閉めるよ。あなたとあの可愛い子。元いたところに帰りなさい。試合はもうすぐ始まる。もう時間を無駄にできない。約束だ。ひざまずいたら入れてやる。兄さん。待て。これはメング先生が招待したお客様だ。あなたたち、こんな扱いをして。ゾウお嬢様、ゾウ坊ちゃま、この田舎者が。お客様なわけないでしょう。よく見てください。間違えてませんか？メング家とゾウイエは昔からの付き合い。メング先生はこの前、私に写真を渡して。みんなをよく覚えて、面倒を見るようにって、どうして？今日になって間違えたって言うの？間違えた？あなたを疑ってるわけじゃない。ただただ。ただ彼らが遅れたから、規則で。10分前に入場しなきゃいけない。私たちも規則通りにしてるだけ。規則？大会の規則にはっきり書いてある。地方の選手には特別待遇がある。1時間遅れてもまだ試合できる。あなたたちはどの規則で？姉さん、こんな奴らに話すだけ無駄。他人にはへりくだって、身内には難癖つける。本坊ちゃんが正式に通知する、あなたたちはクビだ。もう出勤しなくていい。増後輩。久しぶり。姉さんの好みもひどいね。こんな男が好きだなんて。それに小学生を連れてる。頭も良さそうに見えない。こんにちは、ウニャンミャンです。お名前は？どうでもいい。ズイさん、こんにちは。これはあなたの妹です。メングさんが特に言ってました。今回の任は。過去を予選通過させる希望だって。特に私にしっかり面倒を見るように言われたのに、グ先輩。あなたの数学は相変わらずすごいですね。国際数学オリンピックに予選通過できるなんて。実は、
予選通過したのは私の妹で、私は彼女の付き添いで来たんです。予選通過したのはこの子です。ありがとうお姉さん、みやんみやん本当にお腹空いちゃった。ああ。外出は子供には辛いよね。うん。あ、そうだ、みんなに紹介するの忘れてた。これは私の弟。ゾーキアティアン。彼も今日の大会に参加してるんです。ああ、ズイさんじゃなかったんですね。ヒアティアンは海上高校に通っていて、それに、過酷数学オリンピックで準優勝したんです。おう、すごいね。今の子は本当に青は愛よりで出て。愛より青しだね。私はもう子供じゃありません。高校生じゃないの。じゃあ15歳でしょ。厳密な態度でお願いします。私は15歳半です。何してるの？ごめん、我慢できなかった。今回の大会は計算力と記憶力が試されるそうですね。今回の過酷は決勝に進めるかどうか。姉さん、心配しないで、私がいれば必ず予選通過する。そうだよ、みやんみやんがいれば過酷もきっと優勝できるよ。あなた、どうしてそんなに自慢ばかりするの？過酷人が予選通過して優勝だなんて。笑わせるな。入場してから初めて面白い話を聞いた。去年数学が最下位の過酷が優勝だなんて。ははは。過酷をバカにするな。今回は必ず予選通過する。口が達者だな。計算で勝負してみるか。やろうじゃないか。じゃあ聞くよ。929,606。36で割るといくつ？学生の分際で3分あげよう。25,822.3889。ちょうど3分、もう一度。25,822×386。28で割るといくつ？一足す1が2みたいに簡単だよ。もうすぐ3分、最後5秒、5、4、3。355974.714。子供をいじめるなんて卑怯だ。次は私が相手になってやる。お前、5歳にも満たないガキじゃないか。4則演算も覚えてないくせに勝負だなんて。年は若いのに随分大口を叩くんだな。さっきはたまたま当たっただけだ。もう1問出してやる。8788889。割る3666-4347。.4056 にはいくつだ？今回は時間制限なし。正解すればクリアだ。こんな難しい問題、日本の方々は意地悪ですね。1950。え？この問題、私が解くのに3分もかかったのに。あの子はたった数秒で答えを出したなんて。公平を期すため、次は交代しよう。何を？私が問題を出し、君が答える番だ。1234×7890 即数。97326-518即数3144。-10712146はいくつ？ 3 分経ったぞ。答えは出たのか？遅いな。答えは0だ。誰がこんなゲームに同意した？私が正解だなんて言った覚えはない。間違いない。お前、絶対に計算機を使ったんだろう。君たち、最初から結果してたんだ。こんな簡単な問題、必要ない。このガキめ。暴力を振るったら失格だぞ。すぐに警備課の人を呼んでくる。試合開始間近です。選手の皆様はすぐに入場してください。ちょっとした知恵で勝って調子に乗ってるんだ。試合場で会おう。今回の優勝は間違いなく我々のものだ。行くぞ。本日の数学オリンピック会場へようこそ。本日の試合では個人戦を行います。勝者は直接決勝戦に進出します。それでは第1ラウンド、計算競技を開始します。最も早く計算した方がこのラウンドの勝者です。まずはイギリスからの選手をご紹介します。チアオジ、あのコロンビア大学を卒業し、4年連続で数学科成績1位。分離療法の学士号を取得し、学長から名誉勲章を授与された学生ですね。創立数百年で、最高の表彰を受けた唯一の人物、まさか彼だったとは。本大会は本当に才能が集まっていますね。ミャンミャンが。シャーティアンも耐えられるかどうか。電子画面に算数の問題が表示され、選手が回答を完了。
赤いボタンを押すと回答提出とみなされます。では、計測開始。3桁の加減算、今年は難易度がアップしました。これは去年の暗算で最も難しい問題でした。最初の問題で去年の最高基準に達したなんて、難しすぎる。ジャオジ選手は1分もかからず、回答を終えました。では、彼の答えが正しいか見てみましょう。1、正解。0、正解。4、不正解。ああ。残念でした。ジャオジは計算に関しては、神のような存在だったのに、間違えるなんて。ああ、本当に意外な結果です。では、次の挑戦者はどなたですか？私がやります。それだけでなく、難易度を上げることを申請します。3桁の加減算から4桁の加減算に。本当に驚きました、レイユアンさん。自ら難易度を上げることを申請するなんて。では、準備、計測開始。1分、レイユアン選手。1分で回答を終えました。早すぎる。数字も見えないのに。もう答えたなんて。では、彼の答えは、正しいでしょうか？見てみましょう。3、正解。6、正解。下3桁、正解。最後の1桁、9、正解。答え、完全に正解。さすがは桜の国の選手、今回の優勝は、彼以外にいないでしょう。他国は今回も入賞できませんね。ああ。では、次の挑戦者はいますか？どうした他国の人は挑戦できないのか？臆病者。これでもできないのか？そうだよ、負けるのが怖くて。棄権した、時間の無駄だ。ひどすぎる。これは侮辱と挑発だ。私がやる。あなた、正気か？出たら惨敗するだけでなく、総合ランキングにも影響する。来年の試合、参加できるかどうかもわからない。彼らはこんなに私たちの国を侮辱しているのに、君たちが考えていたのは、ただ自分の順位だけだったのか。そんなに強い口調で話すなよ。ただ親切に忠告しただけだ。誰も挑戦しなければ、それは危険と同じだ。どうあっても、桜国に不戦勝させてはいけない。いい子だな、さっきの言葉は正しかった。私、子供よ、私が挑戦しよう。あれ、この子も出場者なの？見た目5歳くらいにしか見えないけど。まさか他国にまた新たな天才が現れたのか。お前、どうしてんだか。あれはベイユアンキャングジエだぞ。他国の負け方がまだ見苦しくないと思ってるのか。試合は、ごっこ遊びじゃないんだぞ。負けるのはお前たちだけだ。よし、それではタイムスタート。待って、難易度を上げることを申請します。問題を16桁に、10桁で割る問題に変更。彼女、頭おかしいんじゃない？このベイユアンキャングジェの難易度。もう十分高いのに、さらに上げるなんて。グミアンミアン選手。本当によろしいですか？この難易度は今までの試合で、一度も出たことがありません。やはり身の程知らずだな。彼女の負けは確定だ。よし。グミアンミアン選手、準備をしてください。よし、それではタイムスタート。この桁数、多すぎない？10秒。グミアンミアン選手。たった10秒で回答を終えました。では、彼女の答えが正しいか確認しましょう。3、正解、7、正解、下3桁、正解、最後の1桁。どうやら間違ってるようだ。やっぱり当てずっぽうか。こんな小さい子が、計算なんかわかるわけない。人間の脳であんな難しい問題を計算するとき、ミスが起きやすいんだ。彼女は衝動的すぎた。すみません皆さん、さっきは私の見間違いでした。
最後の一桁、合ってました。答えは完全に正解です。ミヤンミヤン、本当に正解したんだ。ありえない、きっとまぐれあたりだ。ミヤンミヤン選手。わずか10秒で回答を終えました。新記録が、この場で生まれました。拍手。よし。第1ラウンドの勝者は過酷選手であることを宣言します。選手の皆さん、少し調整してください。次のラウンドの準備をしてください。10秒対1分。これは完全に圧勝ですね。大過国の選手もこれくらい、過国の子供に及ばないなんて。さっきは威張っていたじゃないか。今はどうして黙っているんだ。そうだ、私たちを侮辱しておいて、早く謝れ。謝れ。みえみえん。お疲れ様。何か食べたいものある？お姉さん、ここにフルーツが少しあるよ。シャーティアン、何をするつもり？ごめんなさい。前にあなたを見くびって態度が悪かった。ごめんなさい。大丈夫、あなたはいい子だ。ミエミエンは気にしない。どうしてミエミエンは小さな大人みたいに話すの？そう、ミエンミエンが病気から目覚めてから。彼女は別人のようになった。ミエミエンがこんなにすごいなら過酷研究員に入るべきだ。ああ、聞いたけど。過酷研究員は今、休護している。国内の数学の天才を彼らは探している。各国の技術的ボトルネックを突破するためのこの科学技術、今すぐメン先生に手紙を書こう。うまくいくかどうか。姉、過酷研究員はそんなに簡単に入れないよ。確かに彼女はすごいけど、そこに行くには、少なくとも今回の大会で3位以内に入らないと資格がないだろう。そうだ、それに。みえみえは年が若い。勉強する年頃だ。あなたの言う通りだ。私が考えすぎた。過酷研究員、もし私が入れたら、もしかしたら未来の技術を使って、各国の科学分野の発展を加速させられるかもしれない。今の国の困難を解決できる。兄、私がなぜこんなに変わったのか不思議でしょう。なぜ？今教えるよ。驚かないでね。実は私はミエンミエンではない。21世紀の過酷の数学教授なんだ。だから私は完全に過酷研究員に入る能力がある。心配しないで。みえみえん、兄は研究員に入りたい気持ちはわかる。でもこんなことでデタラメを言う必要はないよ。兄さん、さすがに計算が早いわけだ。後世の数学教授だったんだね。私の言うことを信じてくれた？じゃあ私は世界一の数学の天才だ。ゾーティアディアン、この夢。ずっと見てきたんだ。ミヤンミヤン、ヒヤティアン兄さん。さっきは冗談だよ。気にしないで。夢を持つのは、いいことだよ。まもなく第2試合が始まります。選手の皆さん、準備してください。ミヤンミヤン。試合が始まるよ。お姉さんが応援してるからね。ゾウ姉さん、もしミヤンミヤンが、今回の試合で優勝したら、ミヤンミヤンを研究員に推薦してくれませんか？もちろんいいよ。じゃあ約束だね。うん。彼女、自信ありすぎじゃない？優勝なんてそんなに簡単じゃないよ。夢を持つのはいいことだよ。試合が始まるよ。それでは、第2ラウンドの記憶力試合を始めます。今ラウンドの競技は、理的水式別です。参加者に同じコップの水を観察してもらい、その後その水を100杯の水の中に入れます。選手が正しく識別できたら、合格となります。水って全部同じじゃない？これすごく難しいよ。主催者はわざと難しいのを出してるんじゃない？では、どなたから挑戦されますか？理的水識別は記憶力と注意力が試される。驚異的な記憶力と才能がなければ失敗する。私は世界記憶マスターの称号を持っている。この試合は、お前の負けだ。そうかな？私の人生に失敗という文字はない。大口を叩くんじゃない。私からやる。スタッフの方、審査員が選んだコップを、選手に見せてください。観察終了。選手は退出してください。これから選手に2時間の観察時間を与えます。参加者は候補を輪で囲み、さらに詳しく観察できます。では、計測開始。
早い。たった10分で、半分の水を観察し終わった。もう目標を絞り込んだ。まだ30分しか経ってないのに。信じられない。ベイユアンキャングジエ。さすが去年の記憶公開大会の総合3位。記憶速度が速すぎる。ターゲットを見つけた。本当に驚きだ。選手ベイユアンキャングジェ、40分もかからずにターゲットを見つけた。では、彼の結果は正しいのか。大画面をご覧ください。正解。おめでとうございます。ベイユアンキャングジエ選手。ベイユアン選手、どうぞお座りください。次は私が挑戦します。40分。早すぎる。ミヤンミヤンに勝ち目はない。ミヤンミヤンがここまで来た。もう十分すごい。頑張ればきっとできる。私は逆に彼女が勝つかもしれないと思う。では、スタッフの方。審査員が選んだコップを選手に見せてください。観察終了。グミヤンミヤン選手、本当にいいですか？はい、決めました。選手は退出してください。これから選手に2時間の観察時間を与えます。疑わしい対象は輪ゴムで囲んでからじっくり判断してください。では、タイマースタート。待って、観察はやめます。ミヤンミヤン。なんて言った？彼女は観察を放棄するって、マジで観察をやめるなんて、試合放棄と何が違うんだ？あまりにも傲慢だ。覚えられなくて、運任せで当てようとしてるんじゃないか。本当に驚きだ。我々のグミヤンミヤン選手は、なんと2時間もの観察時間を放棄し、直接識別を選択した。ではタイマースタート。彼女の見るスピードが速すぎる。この速さ、1秒に1杯ペースだ。1分も経たないうちに2テーブル目を見終わった。特筆すべきは、選手は疑わしい対象を輪ゴムで囲めるが、今のところ、グミヤンミヤンは一つも使っていない。ターゲットを見つけた。こんなに早く見つけたのか。ミヤンミヤンの後ろのテーブルは何も見ていない。忘れてたんじゃないか。見せかけだけ。こんな短時間で常識的に考えて、正しいコップなんて見つかるはずがない。きっと彼女に違いない。適当に指さしただけ。彼女は絶対に負ける。グミヤンミヤン選手。後ろにもう一組水があるのに見てもいない。確信があるの。目標を見つけた。それに、ゴムバンドもまだ使ってないじゃない。確信した。正解を見つけた。我々のグミヤンミヤン選手は、5分もかからずに目標を見つけました。こんなスピードは過去の大会でも聞いたことがありません。では、新記録がこの大会で、生まれるのでしょうか。スクリーンをご覧ください。間違いないように。グミヤンミヤン選手、おめでとうございます。ミヤンミヤンが正解した。勝つって言ったでしょ。ミヤンミヤン。いつからこんなに強くなったの？それでは、今ラウンドの勝者は過酷代表、グミヤンミヤンです。異議あり。不正だ。絶対に不正がある。あの何の実績もないガキが、そんなに早く見つけて俺に勝てるわけないだろう。きっと他国の陰謀だ。毎回負けそうになって。我が国に勝てないから、今回は主催国の立場を利用して、裏で細工をして、事前に答えを教えたに違いない。確かに、あの少女の出現は不自然だ。それに、特別な経歴もない。しかも、5歳にも見えない。田舎から来た子が、どうして。そんな複雑な計算ができるのか。各国の数学レベルはもともと低い。ましてや優勝なんて、正直言って、各国は確実に不正をした。ベイユアンキャング G 選手、根拠のない中傷はやめてください。中傷かどうか、あなた方の心の中は分かっているはずです。どうした？勝てないと分かると、逆切れか？俺は。何が俺だ？この試合は、すべて規則通りで公開透明だ。不服なら、裁判所に提訴する手続きを取れ。ここで、根拠のない誹謗中傷ばかりするな。いいえこう。
メング先生。あの過国の首席数学者で、我が国数学協会会長とも、旧知の中であるメング先生。ミアンミアン。また会ったね。もう教授、こんにちは。君の指導教官は昔、私たちと一緒に仕事をしていた時、よく賢い生徒がいると自慢してたけど、まさか、こんな貧困だとはね、もう教授。私はただ合理的な疑問を提出しただけです。彼女は、法人を見たい女の子です。よろしくね。彼女がこんなに高い数学のレベルを持っているなんて、上には上がいる。人には人がいる。この道理を君の指導教官は、教えてくれなかったのか。あの選抜試験の時、私は現場にいた。私はこの目で見た。彼女が1分で解いた。私たち数学協会が30分かかる計算問題を、君にできるか。この問題は覚えてる。分数方程式と指数方程式が、組み合わさった複雑な方程式だ。この方程式はとても難しいよ。それに王先生はもう、自ら認証に出てきてる。だから過国は、偽りはないはずだ。大過国の人たち、どうして突然黙っちゃったの？さっきまで威張ってたじゃない。公然と出場選手を挑発して、私たちに謝れ。謝罪しろ。謝れ。大過国は間違ったら謝るという。こんな基本的な礼儀も教えてないのか。すみません。謝れ。はい。めんめん、おめでとう。国際数学オリンピックの決勝に進出だよ。約束を果たしに来たよ。前に君はお金はいらないと言ってたから、わざわざ調べて。私の甥っ子の彼の年齢に合った。数学の問題集と、これらの関連する数学の本を。もう教授、ありがとうございます。気に入ってくれてよかった。もうおじさん。おう。もうおじさん。春が。みんなもう知り合いかな？ああ、もう、彼は以前私たち、学科の先輩だったんだ。ほんと。はい。また会えたね、ケイちゃん。君の復学手続きは、もう済ませたよ。数日後には学校に行けるよ。ご先輩、じゃあこれからは、また学校で会えるってこと？わあ、夏天、ケイちゃんのことどう思う？まあまあ、でもいい人だよ。あら。珍しく人を正しく評価できるようになったじゃない。ミャンミャン、次の試合。海外で試合があるけど、緊張してる？大丈夫、緊張してないよ。自信はあるの？優勝は間違いないよ。ただ、一つ気になってることがある。その自信と数学の才能、一体どこで学んだの？ミアン。こっちに来て、兄さんから話がある。ミアン。うん。ぶどう食べる？いいよ。ミアンはぶどうが好きなんだ。いくらですか？50円で1斤。50円。そう。一つください。はい。ちょうど1斤です。50円。気をつけてね。うん。兄さん、何の話？ミアン。俺はお前が小さい頃からずっと見てきた。お前のことは、ほとんど全部知ってる。でも、あの時病気で目覚めてから。お前は変わった。以前みたいに俺にベタベタしなくなった。突然数学ができるようになった。試合に出る勇気まで持つようになった。でも、お前は本当に人見知りだったのに。学校の成績も普通で、それに以前は、ぶどうなんて食べなかった。以前は嫌いだったけど、今は好きになった。じゃあ、その数学の計算能力はどうやって身につけたの？いない時にこっそり勉強したの。練習してたらできるようになった。才能かもね。本当？うん。前に言ってたよね。自分は未来から来た数学教授だって。適当に言ってるだけかと思ったけど。答えが全部合ってた。舞台でのあなたの様子と問題の解き方を見るまで。これは普通の学生ができることじゃない。あなたは一体誰なの？偽善がしげ臆領。テルコのみまと。兄さん、私がグミアンです。後の時代の教授は、ただの夢でした。でもあれ以来、数学がめきめき上達したんです。本当？
よかった。この間、兄さんをすごく心配させちゃった。兄さん、私がグミアンミアンです。うん。ゾング CUN 先輩、試合終わりました。1位取った。いや、入賞すらできませんでした。クズめ。相手が強すぎて、彼女は毎回、世界記録を更新してたんです。へえ。面白いね。誰だ？冗談だろう。小娘だ、先輩、彼女です。どうか先輩。オリンピックで優勝して、他国人に風穴を開けさせるな。子供一人も扱えないとは。全くの役立たず。ふん。明日、私がアメリカ代表で出場する。どうやって伝播するか、見ておけ。国外まで付き添ってくれてありがとう。でないと手続きとか。どうすればいいかわからなかった。とんでもない。メング先生がちゃんと送り届けるよう。言いつかってました。ご迷惑をおかけして、じゃあ終わったら。食事をご馳走します。うん。試合頑張って。安心して、優勝は絶対俺たちのものだ。まさかゾング CUN だ。前回の数学オリンピック王者、噂だと。アメリカ国籍だけど、欧カ国人で。超高い IQ と数学力で、毎回、アメリカ代表で出場してる。今回の優勝も彼で決まりだ。他の国の選手は彼に会うと災難だな。お前がグミアンミアンか。そうだ。過酷人は焦がしいことしかできないな。だが残念、お前の運はここまでだ。こいつ傲慢すぎる。焦がしいことってなんだ？姉さん、落ち着いて、他国に古くからガツミチればかけるという。出過ぎた真似は報いを受けるぞ。うん。そうだ、安心して、優勝は他国のものだ。行こう。ようこそ、今回の国際数学オリンピックへ。決勝戦の現場。今回の試合は計算と問題解決の2つのセクションに分かれています。最後のラウンドは追加項目で各選手の数学分野における学術成果を考察します。学術で勝負。歴代の試合もそうだったと聞いています。数学に貢献する人を激励するためだそうです。しかし、ミヤンミヤンにとっては、あまりにも不公平です。主催者側も数歳の子供が決勝に進出するとは思っていなかったでしょう。それでは、2人の選手を歓迎しましょう。ゾング CUN グミアンミヤン、2人を歓迎します。第1ラウンドの計算、暗算、開始後。2人の選手が同時に回答し、ボタンを押す。と回答完了とみなします。2人の選手、準備してください。計測開始。スタート。自分が子供だということを忘れて、力が足りなかった。じゃあ私たちのゾング CUN 選手が、先に回答を完了したようです。一緒に正解を確認しましょう。正解です。正解では、グミアンミアン選手の答えを見てみましょう。正解ですが、残念ながら数秒差でした。それでは次のラウンドへ。今、計測開始。この7桁の数字に10桁の数字をかける。この桁数も多すぎる。この難易度、どうやって完成させるのか。今回はグミアンミアン選手が、先に回答を完了しました。一緒に彼女の答えを確認しましょう。
2、正解。7、正解。後の桁。正解、最後の桁。正解、おめでとうございます。グミアンミアン選手。次に、計算セクションの最後のラウンドへ。デュアルブレイン計算。デュアルブレイン、何それ、これは難しい。2つの画面が同時に点滅し、同時に計算を行う。どれだけ難しいか想像もつかない。デュアルブレイン計算、私はかつて、この項目で1位を取ったことがある。絶対に私より速くはならない。諦めなさい。そうですか。私の速度はあなたより速いだけです。軽種を食べずにバッシュを食べる。どうやら両者の対決はすでに白熱化の段階に入ったようです。よし。それでは、両選手に準備していただき、タイマースタート。スタート。これは難しすぎる。間違いやすいよ。ああ、本当に。彼女、ペンすら使ってないなんて、調子に乗りすぎじゃない？彼女、向こうが計算の達人だって知らないんだ。中村修一だよ。ミャンミャン。頑張れ。本当に驚きだ。またもや、おみゃみゃん選手。最初に回答を終えました。一緒に答えを見てみましょう。正解、中間の桁。正解、最後の桁。正解、このラウンドの勝者は、中国の選手、コミャンミャン。中村修一。計算界の神のような存在。子供に負けるなんて、本当に意外だ。中国の数学、台頭してきたね。今回は運が良かっただけだ。次はまた私が勝つ。次のラウンドは問題対決。今回の決勝戦。特別にアメリカから教授を招待しました。彼は数学史の礎を築いた人物。そして今ラウンドの問題作成者。ヨハン先生。ヨハン、近代数学の巨匠。数学界の進歩を推し進めたヨハン。ヨハン先生にお会いできるなんて光栄です。どうぞ。ヨハン先生。お会いできて嬉しいです。あなたの数学書のおかげで、私は数学の道に進むことができました。おう、中村修一。あなたは有名ですね、アメリカで。あなたのような数学の天才がいるなんて、お会いできて光栄です。では、あなたがミャンミャンですね。あなたには驚かされました、本当に。小さな女の子なんですね。こんにちは。あなたの経歴は学生から聞きました。知っています。計算が早いですが、この問題は、速さだけでは解けません。解いてみせます。大きなことを言うね、ははははは。では、これからのあなたの活躍を見せてもらいましょう。はい、それではヨハン先生。そして両選手、着席してください。ヨハン先生、こちらへどうぞ。それでは、第2ラウンドの競技問題を始めます。問題はヨハン先生より出題されます。最初に正解を出した方が勝者となります。それでは、時間を計ります。スタート。これは数学界の7大難問の一つ。ポアンカレ予想じゃないか。少しは触れたことがあるけど、競技の問題としては、あまりにも難しすぎるよ。もう2時間も経ったのに、この紙の山を見てよ。半分も埋まってる。この問題、本当に難しすぎる。ミャンミャン、本当に大変だったね。ミャンミャン、どうして止まったの？おかしい。この問題がおかしい。問題、解き終わった。中村選手、先に回答を終えました。所要時間は2時間。引き続き待機します。グミャンミャン選手、回答を終えました。
書き終わった。グミャンミャン選手も回答を終了しました。所要時間は2時間半。それでは、両選手の回答を、ヨハン先生に判定していただきます。丸30分も遅れた。このラウンドは負けそうだ。ミャンミャンがここまで来たのは、本当に立派だよ。ヨハン先生の判定結果が出ました。それでは、今回の競技の最終結果を発表します。中村修一選手の回答。正解です。やった。グミャンミャン選手、残念ながら。グミャンミャン選手の回答は誤りです。ミャンミャン、間違えたの。次は学術成果の競技だ。グミャンミャンは中村修一にどう勝つつもりだ。どうやら、今回の優勝は、また中村修一のようだね。君の負けだ。次は私の勝ちだ。君たち各国は、結局私たちには及ばない。それでは、このラウンドの勝者は、中村修一選手です。待ってください。この問題の答えは間違っています。よく見てください。この問題の答えは、ヨハン教授が書いたものだ。間違っているはずがない。グミャンミャン選手、今回の競技のすべての問題は、多くの数学者によって、検証推論されたものです。間違いはありません。しかし、この問題の答えは間違っています。負けは負けだ。ここで無理難題を言うな。競技場の秩序を乱す警備員。彼女を追い出せ。ミヤンミヤン、なぜ君は、この模範解答が間違っていると思うんだ？これは3次元球体であるべきだ。リッチフローの方法で、得意点に収縮する。さらに3次元平多様体も、得意点に収縮することを証明する。何を言ってるんだここは。明らかに回答と同じだ。まさか。数百人の数学者と、ユエハン教授がチェックした問題に間違いがあるなんて。そうだ、自分を数学の天才だと思ってるのか。教授も気づかない間違いを発見できると、傲慢だ。ミヤンミヤンは緊張しすぎて、問題を読み間違えたんじゃないか。いや、このレベルの大会で、そんなミスはありえない。私にはミャンミャンが正しいように思える。そうでしょう、ユエハン教授。彼女は無理難題を言ってるだけだで絡めだ。グミアンミヤン氏に物狂いの抵抗はやめろ。君の負けだ。ユエハン教授が異議を唱えない以上。では発表する今ラウンドの勝者はやはり。ミスがあった。確かに。ミヤンミヤン君の答えが、正解だった。君の言う通りだ。得意点の証明で我々は見落としていたこの問題には、確かにミスがあった我々のような年寄りが、今や小さな女の子に及ばないとは。中国には、どんなことわざがあったっけ？ああ、ご賞いるべし。君は本当にご賞いるべしだ。偶然です。でも、ユエハン教授。本当に私の答えが正しいと思われますか？ユエハン教授、彼女の答えが、正しいはずがない。もう一度見てください。お願いします。もう見る必要はない。彼女の回答プロセスは明快で、我々の見落としを完璧に補完している。すぐに問題のパラメーターを修正させる。ミヤンミヤン、興味はないか？アメリカの数学競技チームに参加してみないか？どんな要求でも聞くよ。いきません。ミヤンミヤンは中国人です。中国代表としてのみ出場します。そうです。は、各国に君のような天才がいて、数学界の未来は明るいな。今回の優勝は組んだ。それならば、ここに宣言する本大会の優勝者は。ちょっと待って。ユエハン教授、もう一度お聞きします。本当に私の回答に問題ないと思われますか？問題ない。確認した。はい。この問題の答えは、やはり間違っています。ありえない。何度も計算した完璧な答えだ。間違うはずがない。もし本当に間違っているなら、数学界全体が間違っていることになる。つまり、数学界全体が間違っているのだ。彼女は素性も知れない子供のくせに、数学界が全部間違えたなんて頭おかしいんじゃない？難しいな。前に彼女も、ユエハン教授が間違ってるって言って、結果的には、当たってたじゃないか。ユエハン教授、この問題は数学界の7大難問の一つ、ポアンカレ予想の派生問題です。しかしこれまで数学界全体の
研究方向が間違っていました。何を根拠にそんなことが言えるんだ。問題を解きながら説明します。真の数学においては 1% のひらめきが 99% の計算より重要だから。例えばここでは、トポロジカル多様体の収束性は林定数一つで足りる。何十年も数学を研究してきた私には本当に理解できない。彼女が書いていることが、最初から全く理解できない。イージェフローを導入し、多様体上の勾配長手法で、研究を進めると、ポアンカレ予想は、正しいと結論付けられる。ミアンミアン選手。私の現在の能力では、君が書いた答えの4分の1しか理解できない。しかし私の死は、この予想の提唱者だ。電話で連絡を取り、話し合った後、正誤を確定させよう。ユエハン教授の死は、なんと、数学界と物理学界の学術的巨匠だ。まさか、数学界が本当に変わるのか。先生、先ほど解題過程の写真を送りました。はい、お待ちしています。先生は10分ほど確認が必要だと言われました。はい、承知しました。先生はおっしゃいました。正しい。ミアンミアンの過程は完全に正しい。ポアンカレ予想が証明された。はい。私と先生は半生をかけてポアンカレ予想を研究してきました。でもいつも途中で行き詰まって、方法が見つからない。ミアンミアン、あなたはこの世界的な問題です。ははは。ウミアンミアン選手は連続して2回の試合に勝利しました。彼女にお祝いを申し上げます。今回の国際数学オリンピックの優勝者です。はい。ミアンミアン、私は正式にあなたを、私たちの国の研究所に招待します。どんな福利厚生でも遠慮なく言ってください。アメリカの研究所。それは世界最高峰の研究所です。入るのは、非常に難しいユエハン教授でさえ。40年かかりました。こんな機会を、子供に与えるなんて。人材のために本当に結婚を注いでいる我が他国はようやく、数学の天才を出したのに、また失う。ミアンミアン、よく考えて。本当にこんなに良い選択を拒否するのですか？各国は今非常に苦しい状況です。あなたが戻っても、こんなに良い待遇は得られないかもしれません。広い世界で大いに活躍できる、最も困難な場所に私が必要だ。私は最も困難な場所に行きたい。それは私の祖国です。はい。それでは、成功を祈ります。ウミアンミアン選手が優勝しました。何か言いたいことはありますか？寸心をかなに寄せ、歳月を山河に送らん。